サリューどうも。今日は皆さんお待ちかねカニクリームコロッケを作っていきます。代表的な洋食の一つですね。お家でやるときはカニカマを使うことが多いと思うので、今回もカニカマはベースとして使っていくんですが、実際のカニほぐし身も入れていきます。カニカマすごくリーズナブルで美味しいんですけど、やっぱり実際のカニの風味っていうのも欲しいので1缶分加えました。お好みによってはもちろんカニのほぐし身だけで作っていただいても大丈夫です。軽い臭み消しとあと風味をプラスするために日本酒と旨味でポン酢を少しだけ加えます。柚子ポンです。柑橘の香りが非常にカニと相性がいいので、普通のポン酢でも旨味がプラスされていいんですけど、私んちちょうど柚子ポンあるわっていう方はぜひ柚子ポンにしてください。ホワイトソースを作っていくのに玉ねぎをみじん切りしておきます。できる限り細かくしていきます。より細かい方が後で成形するときに形が少しだけ綺麗になりやすいので。だいたい 30g ぐらいのバターを用意して玉ねぎを炒めていきます。バターが半分ぐらい溶けたらもう玉ねぎを加えましょう。一塩しておきます。この塩で玉ねぎの水分が抜けやすくなりますし、少し塩味が加わってこの玉ねぎ単体が美味しくなります。中火で半透明になるぐらいまで炒めます。少し甘みが出てきたら小麦粉 30g まんべんなく加えてしっかりと混ぜ合わせていきます。ここでちゃんと全体にすり混ぜて、で少し小麦粉の粉っ気を炒めて飛ばしていきます。引き続き中火です。完全に玉ねぎと小麦粉が馴染んだら牛乳を全部で 400ml 加えるんですけど、最初は小麦粉が牛乳をよく吸うんで少量ずつ加えてください。そうしないとダマになっちゃいますからね。水分がなくなったら最初に加えた牛乳の量、これを3回から4回ぐらい同じように加えて水分を飛ばしていって、そうするともうベースがだいたい出来上がってくるんで、牛乳の量を増やしてもダマになりづらくなります。そうなってきたら一気に畳みかけましょう。そしたら少しだけ塩をして味を整えてほぐしておいたカニカマとカニのほぐし身を加えていきます。このホワイトソースの分量だとかなりとろっとしてて、結構硬さとしてはギリギリだと思うんですね。なので心配な方、まだ慣れてない方などは、小麦粉とバター 20g ずつぐらい増やして少し固めのホワイトソースを作ることをお勧めします。これはちょいと料理慣れてるぜっていう方たちの分量だと思ってます。この後はカニクリームコロッケのこの作った種、なるべく早く冷やし固めたいので氷バットの上に乗せて、上からも何か保冷剤あれば添えて冷蔵庫で冷やします。ホワイトソースとかベシャメル、そういった類ですね。なるべく早く冷やしていって菌が繁殖する温度帯っていうのを素早く切り抜けたいんですよね。あそこまでして冷やす必要あるのかってね、思った人もいると思うんですけど、この気持ち分かってほしい。さっきの冷やし方でやればだいたい30分ぐらいで冷蔵庫でもう種が硬くなるので、だいたい今回のバットのサイズでいうと12個ぐらいに分けます。そしてオリーブオイルとかで種がひっつかないような状態にして作業しやすくして俵型にしていきます。もともとカニクリームコロッケってどういう歴史があるのかっていうと、僕もあまりよく分かってなくてですね、調べたんですよ。その限りだと東洋軒というところの料理長が最初に考えたらしいんですよ。東洋軒自体は明治の20年あたりに創業してて、同じ名前の店が今赤坂とかにありますね。全く同じ系列なんですかね。そこのところわからないんですけど、有識者の方いらっしゃいましたらぜひコメントください。こういうのはね、ルーツというか起源が分かってるケースと、あくまで一説としてこうですよっていう風に言われてるパターンとかいろいろあるんでね、完全に追い切るのは難しいんですけど、調べていくと結構分かったりすることもあって楽しいですからね。
いや、料理って楽しい。本当に。ちなみにカニクリームコロッケって普通のコロッケのような小判型じゃない理由、俵型の理由っていうのは、種自体がすごく柔らかいから、フライパンで転がして全体に色をつきやすくするようにこの俵型にしてるそうです。考えられてますよね。若干こう俵型に成形するのって手間じゃないですか。少しテクニックいりますからね。あとはやっぱりこのパン粉をつける作業ですね。これをいかに丁寧にできるかで破裂をなるべく防ぐっていうところが求められると思います。基本的に小麦粉はしっかりつけてしっかりはたく。で、卵を触った手では決してパン粉の方は触らない。卵ついちゃった方でパン粉もね、触るとダマになるじゃないですか。そういう細かいところ結構重要です。さあ、というわけで準備できたんで、油を180度ぐらい、190度ぐらいでもいいんですけど、大きさによってそこは分けます。今回は180度でまんべんなく全体に揚げていきましょう。このベシャメルのホワイトソースですね、ホワイトソースの柔らかさだとちょっと破れやすいですから、十分に注意が必要です。色がついたら最後にもう一回温度を190から200ぐらいに上げてカラッと揚げます。これで内側のトロッとした感じと外側のカリッとしたコントラストがはっきりとしたカニクリームコロッケができるってわけです。ということで、熱いうちに盛り付けドレスします。まず先ほど作っておいたソースですね。これを全体に敷き詰めちゃいましょう。そしたらその上に熱々のカニクリームコロッケを添えるといった流れです。この熱々に上がった揚げ物にハイボールもまた合いますからね。本日の先頭打者はイチローズモルトです。おお、いいっすね。テンション上がるとろみ。これはうまい。これちょっとクミン入れたの正解っすね。ソースもね、一味唐辛子入れてるんで、そのピリッとした感じがね、カニとホワイトソースの甘みにすごくいい緩急がつけられてるんですよね。これ以上トロッとさせると結構扱い大変だし、揚げててね、こう炸裂してきたりするんで、この緩さというかトロッと感がまあ限界なんじゃないかと個人的には思ってるんですけどね。まあ、もっと緩くできる人もいるかもしれない。冷凍とかさせたら。まあ、でも家でやるならこれぐらいが一番。まあちょっと難しいけどね。絶対失敗してくないっていう人はもうちょい固めに作ってもいいかもしれない。カニカマの感じとほぐしたカニのバランスっていうのがすごくいいと思います。いや、これだよ。洋食屋の懐かしい味。というわけで、最高にトロッとするカニクリームコロッケでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。